皆さんこんにちは、なおこです。今私は日本にいます。夫とスペインに住んでいたんですけど、最近一人で日本に帰ってきました。今日は私がスペインから日本に帰ってきた時の一日について話したいと思います。写真とか動画を使って話したいと思います。たくさんおしゃべりするのでよく聞いてくださいね。はい、じゃあ早速いきます。この日は朝5時くらいに起きて7時くらいに家を出ました。ちなみにこれはスーツケースとかキャリーケースと言います。はい。そしてバスに乗って空港に向かいました。見てください、この景色本当に綺麗ですよね。私は小さい頃からこういう景色にずっと憧れていました。いいなぁと思っていました。はい。本当に綺麗ですね。スペインを出発する前にスペインの空港でこれボカディージョ・デ・ハモンっていうスペインの有名なサンドイッチを食べました。ボカディージョ・デ・ハモン、生ハムサンドイッチですね。はい、美味しかったです。そして飛行機に乗りました。ちなみにこの飛行機の中のことを機内と言います。機内、はい。今回初めてブリュッセル航空の飛行機に乗りました。この日はあんまりお客さんがいなくて、あの空席がたくさんありました。そう、これ空席と言います。席が空いています。あのこの日は満席じゃなかったですね。満席じゃなくてたくさん席が空いていました。空席がたくさんありました。はい。そして皆さんこれ何だと思いますか？はい、これはおにぎりです。おにぎりを持って行って機内で食べました。4つも食べました。そしてお昼過ぎの3時か4時くらいにベルギーのブリュッセル空港に着きました。飛行機が着陸しました。ちなみに飛行機がテイクオフするのは離陸すると言います。離陸する、はい。はい、初めてのベルギーです。当たり前なんですけど、もうここはスペインじゃなくてベルギーなので、スペイン語を話している人が全然いませんでした。だからちょっと不安になりました。はい。周りの人がフランス語を使って話していて、ああ、今私はベルギーにいるんだと思いましたね。はい。初めてのベルギー、そして久しぶりに一人で海外の空港に行ったので、ずっとドキドキワクワクしていました。はい。皆さん、ベルギーといえば何を思い浮かべますか？やっぱりベルギーといえばチョコレートですね。はい。ブリュッセル空港にはたくさんのチョコレート屋さんがありました。本当はベルギーのチョコレートを買いたかったんですけど、値段がね、はい、値段を見ると結構いい値段でした。いい値段。この場合は高いという意味ですね。いい値段しました。はい。まあ、きっとすごく美味しいチョコレートだと思うんですけど、この時はお金がなくて買えませんでした。はい。他にもワッフルとかいろいろなお土産が売られていて、見ているだけで楽しかったですね。はい。本当は全部買いたかったです。ということで、私もお土産にワッフルを買いました。この写真はブリュッセル空港の中にあるお店の写真です。あの女の人が立っている横にお店の看板がありますよね。ワッフルの写真があります。この写真を見たらワッフルが食べたくなってしまったので、はい、
ワッフルを食べました。ベルギーでベルギーのワッフルを食べられるのが本当に嬉しくて、テンションが上がりました。テンションが上がって動画を撮りました。はい。ベルギーのワッフルです。いただきます。美味しいです。もっと食べられるくらい美味しいです。本当に美味しい。本当に。ちなみに外の景色はこんな感じでした。はい。いやー、本当にワッフルは美味しかったし、初めてのベルギー、すごく楽しかったです。はい。まあ、空港の中だけなんですけどね。はい。本当は空港から出て、ベルギーの街を楽しみたかったんですけど、まあ、今回はできませんでした。いつかベルギーに行って観光をしたいですね。はい。ワッフルを食べた後、搭乗ゲートに向かいました。搭乗ゲート、はい。今回 ANA っていう日本の航空会社の飛行機に乗りました。はい。普段日本にいる時は私はいつも LCC の飛行機に乗ります。そう、LCC、ローコストキャリアかな、ローコストキャリア。そう、普段 LCC をよく使っているので、この ANA の飛行機に乗るのがすごく久しぶりでした。はい。あ、国際線の ANA は初めてですね。そう。初めて ANA の国際線に乗りました。だからこの飛行機に乗る前、すごく楽しみでした。ワクワクしていました。お客様は B5 搭乗口よりご搭乗ください。はい。ベルギーにいたのに日本語のアナウンスが聞こえたので本当にびっくりしました。そう。そしてその搭乗口の周りには日本人がたくさんいたので本当にびっくりしました。もう日本と思いましたね。はい。そう。これは日本のパスポートです。そして機内に入りました。そこでちょっとハプニングがありました。はい。まあ、ハプニングというか、なんだろう。皆さん、飛行機に乗るとき、どの席に座りますか？どの席を予約しますか？どの席を選びますか？飛行機の席って窓側の席と真ん中の席、そして通路側の席がありますよね。はい。私は絶対に通路側の席を選びます。なんでかというと、トイレに行きやすいからです。はい。特に国際線とか長いフライトの時は絶対に通路側の席を選びます。はい。窓側とか真ん中の席に座るとトイレに行きづらいですよね。トイレに行きたくなった時に隣の人に「すみません」って声をかけるのが私は苦手です。そう。特に私はトイレに何回も行きたくなるので、あの毎回隣の人に「すみません」って声をかけるのがあまり好きじゃないし、あとはもし隣の人が寝ていたらどうしようとか、いろいろなことを考えすぎてしまいます。はい。だから私は自分のタイミングでトイレに行ける通路側の席に座るのが好きです。はい。まあ、どうでもいい話なんですけど、はい。どうでもいい話です。あまり大切じゃない話ですね。はい。ちなみにトイレに何回も行きたくなることをトイレが近いと言います。トイレが近い。はい。私はトイレが近いので絶対に通路側の席に座ります。
はい。皆さんはどの席が好きですか？今回ベルギーのブリュッセルから東京まで約14時間の長いフライトでした。そう。だから絶対に通路側の席に座りたかったんですけど、実は予約し忘れていました。席を予約し忘れていたので、私は一番後ろの真ん中の席に座りました。はい。飛行機に乗って自分の席を見て、もうね、本当にって思いました。どうしよう。これから14時間どうしようって本当に思ったんですけど、まあ大丈夫でした。はい。はい。次は絶対に予約します。そして面白かったのが、飛行機が離陸する前に飛行機で見るビデオがありますよね。シートベルトをしてくださいとか、そういう安全のためのビデオを見ますね。そう。そのビデオに今回ピカチュウが出ていました。はい。まあピカチュウだけじゃなくてポケモンですね。ポケモンが出ていて、可愛かったです。はい。そして私が大好きな機内食です。はい。今回の機内食は唐揚げと卵焼きと、あと魚料理でしたね。はい。唐揚げ久しぶりに食べたので、美味しいと思いました。本当に美味しかったです。はい。2回目の機内食は鶏肉の日本料理でしたね。はい。美味しかったです。そして日本に着きました。はい。マリオがウェルカムトゥジャパン、日本へようこそと言っていますね。はい。キノピオかな、おかえりって言っていますね。はい。ただいま。ついに日本に着きました。空港には親が迎えに来てくれました。親が私を迎えに来てくれて、一緒に家に帰りました。はい。この日の夜ご飯はカレーライスとお味噌汁と、あとサラダとブロッコリーの炒め物でした。親が作ってくれました。美味しかったです。そしてこの後寝ました。はい、こんな感じです。今回私はスペインから日本に帰ってきました。また今度もう一回スペインに戻るんですけど、今は久しぶりの日本を楽しんでいます。はい。じゃあ皆さん今日も最後まで見てくれて本当にありがとうございます。ちなみに次の日の朝、卵かけご飯を食べました。この卵かけご飯、美味しいです。